こんにちは。クレヨンです。前回から引き続いて福島旅行の最中。現在この日の宿泊地、磐梯高原曽原湖キャンプ場に向かっています。横目にちらちら見える湖がとても綺麗で、湖畔キャンプのワクワクが早くも最高潮です。受付を終えて早速サイトへ。湖畔の一等地が空いていたので、そちらを使わせていただくことにしました。目の前に広がるのは湖と山々の景色のみ、さすがの一等地です。今日も素敵なキャンプになりそうな予感。後ろは道路ですが車通りは少ないのでとても静かに過ごせそうです。料金は1泊で2600円。晴れ予報だったので、タープなしにして、この料金で済みました。まずは場内の設備確認に行きましょう。こちらが湖畔側サイトの炊事場。ゴミは分別して回収していただけます。なお、燃えるゴミと生ゴミは動物対策で、夜は出せません。流しもとてもきれいに掃除されていて、とても清潔感のある炊事場です。続いて道路を渡った先にあるもう一つのサイトへ。こちらが林間側のサイト。こちらの方が広々としてます。こちらがトイレと炊事場。こちらの炊事場も綺麗です。裏手にはかまどもありました。トイレはこちら。湖畔側のサイトにはトイレがないので、こちらを利用する必要があります。男子トイレは小便器が一つと、洋式トイレ、便座ヒーター付きが一つ。洋式はありがたいですね。トイレもとても清潔で安心です。炊事場の奥にも広々したサイトがあります。湖の眺めはこんな感じ。ビューはやっぱり湖畔沿いが段違いに良いですね。今日はこのスタイルで夜を楽しんでいきたいと思います。目の前に広がる素敵な景色をひとしきり楽しんだ後、夜を迎える準備を始めます。
日も落ちて辺りはすっかり暗闇。宴の始まる時間になりました。本日最初は福島のお肉で作るこちら。家から持ってきた札幌クラシックを背徳感グラスに注いで乾杯です。しばらく煮込んだので牛肉の旨味がたっぷりと行き渡った芋煮をつまみに、美味しくて楽しい晩酌をスタートです。日が沈み、冷え込んだ体に温かい芋煮が染みます。気温も下がり、焚き火が心地よい季節、芋煮と焚き火で体を温めながら楽しい時間を過ごしていきます。続いて福島のお肉で焼肉を。お肉だけでは寂しいのでピーマンも一緒に焼きながら。美味しそうなでっかい椎茸も見つけて買っておきました。食事を終えて焚き火タイム。九州旅行で買ってあった焼酎をお湯割りでいただきながらお酒と焚き火で体を温めていきます。あとはただただ焚き火とお酒を楽しみながら静かな湖畔の夜を楽しみました。おはようございます。目覚めの良い朝です。湖面から霧が立ち上がる幻想的な景色が目の前に広がっていました。風もなく、ないだ湖面はとても素敵に景色を反射しています。車窓越しに見るとます絵画館、窓枠が額縁のようです。小さめに朝焚き火をスタートします。
残しておいた芋煮の残り汁でうどんを作っていきます。いつの間にか霧も消え、湖面はより鮮やかに景色を映していました。牛肉の旨味がたっぷり染みたうどん。とても美味しくいただきました。あとはコーヒーを飲みながら過ごすひととき。チェックアウトギリギリまで景色を楽しみ、優雅な朝を過ごしました。存分にのんびりしたので、出発。この日、まず向かうのは、道の駅、裏磐梯。約13キロなのであっという間に到着する予定。右手にちらちらと桧原湖を眺めながらの素敵な道です。大きな農産物直売所が併設されています。建物の内外に新鮮野菜が並んでいました。野菜以外にも名産品がいろいろと並んでいます。もちろん食事ができる場所も。会津山塩ラーメンなどご当地メニューもあり、席数も多めでした。こちらは地元郷土品とお土産のコーナー。ご当地食材から工芸品まで会津ならではのものを中心にいろいろと置いてありました。もちろん赤べこ商品も豊富にラインナップ。上の階に展望スペースがあるようなので登ってみます。桧原湖と遠くに見える山々。秋らしい景色が広がっていました。最後に美味しそうなジェラートを買います。豊富なフレーバーでどれも魅力的なものばかりです。悩んだ挙句この2つをチョイス。人気ナンバーワンの山塩と気になった花豆。天気も良いのでテラス席でいただきます。まずは山塩から。塩粒がキラキラ光って綺麗です。ミルクのコクと優しい甘さ、そこに会津山塩のキリッとした塩気がベストマッチ。
続いて花豆に行ってみましょう。花豆がたっぷり入っているのが見えます。ホクホクとした豆の優しい甘さ、後味もふんわり上品でパクパク食べてしまいました。道の駅裏磐梯を後にして続いて向かうのは喜多方市。福島グルメの超人気店磐梯食堂へ行って喜多方ラーメンを楽しみます。お昼近くだったので案の定、長蛇の列。幸い天気が良かったので、のんびり並んで待ちます。待っている間になんとなく上を見上げると、なぜかこんなところに、ラーメン丼が。ネットで調べると、謎の丼と呼ばれる、知る人ぞ知る、正体不明の丼らしいです。並び始めて30分ほど。次のターンで入店のポジションまで来ました。メニューはこんな感じ。5分ほど待って入店。注文してから着席して待機です。目の前にはサイン色紙がずらり、人気店の証って感じですね。注文したのは1150円の肉そば。薄切りのチャーシューでびっしり埋まっていて、麺が全く見えません。まずはスープからいただきます。透き通ったスープを一口すすると、豚骨のコクと優しい醤油の香りがふわっと広がって、見た目よりずっと軽やかな飲み口です。続いてチャーシューです。脂っこすぎず、ほろっとほどけるお肉、スープの旨味もしみしみです。チャーシューの下から顔を出したのは、プリッとした太めの縮れ麺。もちっとした噛み応えと、つるんとしたのど越し。チャーシューと一緒に頬張ると、麺に染みたスープとお肉の旨味が重なって、つい箸が止まらなくなります。あっという間に完食です。並んで待つ時間も納得の、喜多方まで来てよかったと思える一杯でした。磐梯食堂で喜多方ラーメンを堪能したら、最後に、道の駅、会津に立ち寄って、今回の旅を締めくくります。目の前に広がる田んぼと青い空。遠くの稜線までくっきりと見える、澄んだ空気。最後まで、気持ちの良いドライブを楽しめて、嬉しいです。店内は広々として平日でも賑わっていました。こちらはフードコート。会津を食で楽しめるメニューが盛りだくさんです。お隣には、こちらも福島、会津ならではの民芸品やお土産各種が盛りだくさん。お酒コーナーももちろん充実のラインナップ。もちろん道の駅なので農畜産物コーナーも。
種類豊富な野菜類が並んでいます。こちらは何やら高級食材らしいです。冷凍庫にはお肉やその関連商品がずらりと並んでいます。馬ぶどうという初耳の食材がありました。後で調べたら、昔から民間薬的に使われてきたブドウ科のつる性植物で、焼酎漬けなどにするそうです。そして会津といえばの馬刺しも充実。実はこちらの道の駅に寄ったのも、馬刺しもお土産ついでに買えるからという理由もあったのでした。今回はこちらを買って帰り、家に着いてから楽しむことにしました。2泊3日で楽しんだ福島の旅も、これで終了です。素敵な景色がたくさん見られて楽しい旅でしたが、回っていない見どころはまだまだ盛りだくさん。またふらりと違う景色を見に来たいと思います。